ネオミルクの実装楽しみですよね。そして一緒に実装される新デカールも楽しみですよね。ということで今回は新デカールを予想してみました。今回は私の妄想を垂れ流すだけの動画となっております。それではスタートです。まずはどういう傾向があるかを整理します。ネオシリーズとともに実装されたこれらのデカールにはこのような法則があります。勢力、ボス、汎用の3種類に分かれています。勢力は各勢力の攻撃力と防御力がプラス 24% です。ボスはボスの武器に対して有効なデカールです。ホワイトスティールなら毒回復と毒耐性、レッドナパームなら炎上時間短縮と炎耐性、ブラックサンダーなら雷の行動不能短縮と雷耐性ですね。そして一番欲しい汎用ですね。この3種類に分かれているようです。ここから新デカールを予想していきましょう。まずは勢力デカールですね。これは簡単ですね。メダリストの 24% 版ですね。名前は金メダリストとかでしょうかね。次にボスです。フェイルウィンドの武器属性を予想する必要があります。ノーマルのボブスレーは打撃武器です。ここに毒や炎を追加すると他のボスと被ってしまいます。なので射撃属性になるのではないかと思います。ピッチングマシンが途中で射撃から打撃に変わっているので、その逆な感じですね。そしてもう1個考慮すべきポイントがあります。それはボスも汎用も複数のデカールを組み合わせているということです。ポイズンジェネラルは毒回復、毒攻撃力アップ、毒耐性のデカールの組み合わせです。イラストはポイズンマスターの若い頃かお子さんとかでしょうか。ファイヤーエンジェルも炎上時間短縮、炎攻撃力アップ、炎耐性の組み合わせです。イラストは熱血キャプテンの未来の姿とかでしょうか。そしてエレクトロビーストも電気硬直短縮、電気攻撃力アップ、電気耐性の組み合わせです。イラストはエレクトロシープの強化形態でしょうか。狼っぽく見えますが3本指っぽいので微妙ですね。新デカールの射撃耐性は組長の車で射撃耐性プラス 20% だとして、あとは何を当てはめるかですね。候補としてはリメイクされていないデカールですね。今まで他のデカールと組み合わせたりしてリメイクされていないデカールをまとめました。リメイク後のデカールは除外しています。この中からペールウィンド対策になりそうなものを探すとこの3つですね。まずは案1です。サンドバッグでガードした時のダメージを下げます。そしてペイバックで受けたダメージの 20% を攻撃力に加えます。これによってガード主体で戦うことができます。このデカールを装備した上で丸ノコナックルを持てばガード主体で戦うことができますね。ただ丸ノコナックルは DOD 勢力武器なので果たして通用するかどうか微妙ですが、次に本命の案2です。エンジェルキッカーを採用してドロップキックを出せるようになるまでの時間を短縮します。そしてもう1枚何を採用するかというとこれです。グラビティキくんです。グラビティデイズとのコラボデカールですね。ビータで発売されクリアしてみたら何も謎が解決されず、まさかの続編前提だったグラビティデイズですね。それなのに続編がビータで出なかったグラビティデイズとのコラボデカールですね。このデカールを持ってないので公式からの画像ですが、ドロップキックで相手を吹っ飛ばせるのです。これならばペイルウィンドウをドロップキックでゴールに叩き込むことができるってことですね。まあデカールを持ってないので通用するか分かりませんが、仮に今できなくてもアップデートされるかもしれませんね。衝撃波付きで当てやすくなるでしょうから、キノコを拾わなくて良くなるわけですね。ということでこの組み合わせです。アクション性が増して戦いが面白くなりそうですよね。コラボデカールも結構リメイクされてますし、これはかなりありなんじゃないかと思ってます。ボスデカールは以上ですね。最後に汎用です。汎用はおそらく最近実装されたデカールの中から人気のものや期間限定だったものをリメイクしてるんじゃないかと思います。鉄砲玉は特攻隊長と何でもディスカウントの組み合わせですね。暴走族だった特攻隊長がヤクザの道へ進み、暴力の世界で生きていく中で強い肉体を手に入れて何でも装備できるようになったとかでしょうか。クリティカル率が上がらなくなったのは年を取って若かった頃の勢いが落ちたとかでしょうかね。狼たちの午後は実家が金持ち、アンクル D2
ブライアン・ゼメキスの3人組ですね。一番左の人を見ると金髪なんですよね。実家が金持ちの絵に「お金が目当てだったのね」と書いてあるので、悪い人に騙されたんでしょうね。そしてお金がなくなったお嬢様は仲間を集めて映画のように銀行強盗の道へとかでしょうか。映画の名前からデカール名をつけてるみたいですが、見たことない映画なので細かいことは分かりませんね。スペードの女王はクイーン B のリメイクですね。プロコスプレイヤー以上の強さになっています。クイーン S とクイーン B、 この2人に何か関係はあるんでしょうか。クイーン S からクイーン B になったのか、実はクイーン A から Z までいるのか、デスバースがああなっちゃったから分かりませんね。そんな感じでヒントはこの中にありそうですね。すでにリメイクされているのはこの5枚ですね。これらよりも後ろのものの確率が高いんじゃないかと思います。この3枚の中で人気なものといえば、おそらく暴力教室じゃないかと思います。属性限定とはいえ攻撃力プラス 40% は強すぎですね。天国高層階はフレイルが大活躍するので、貼っとけばより上を目指せちゃいますね。ということで暴力教室をベースにした新デカールが実装されるんじゃないかと思います。特攻隊長の強さでもリメイクされたので、それなりに可能性はあるかなと思います。さすがにこれ以上攻撃力は上がらないと思うので、クイーンウルフと組み合わせてレイジ攻撃が使いやすくなると嬉しいですね。暴力と怒りは相性がいいですしね。もしくは兄貴の懐と射程の片身で斬撃と打撃の耐性をつけるのも嬉しいですね。この2枚は今までリメイクされてないので、これでヤクザリメイクシリーズが出揃いますね。死にやがれ。クイーンウルフはさすがに強すぎる気がするので、耐性アップを組み合わせてのリメイクの方が確率が高いかなと予想しています。イラストは極道の女たちのように着物姿だとちょっと暴力イメージが薄れちゃいますね。 SM の女王様的な感じだとヴァンパイアクイーンと少しかぶっちゃいそうですね。なのでプリキュアやパワーパフガールズ的な魔法少女路線で来るんじゃないかと予想します。ボコってボコって動けなくなったら魔法で爆殺。あんま見たことないので詳しくは分かりませんが、おそらくそんな感じですよね。ということでこのイラストがこうなるかもしれませんね。学校を暴力で支配して数年後、ヤクザパワーを手に入れ、彼女たちが悪だと認定した相手をボコって魔法で証拠隠滅。きっとそんな感じですね。まとめるとこんな感じですね。勢力は攻撃力と防御力が 24% アップ、ボスは射撃耐性 20% アップと防御力アップ、そして受けたダメージを攻撃力に加算、もしくは射撃耐性 20% アップ、ドロップキックの発動時間短縮と吹き飛ばしを追加。この組み合わせが来るとペイルウィンドとの戦いが楽しくなりますね。汎用は打撃と斬撃の攻撃力 40% アップ、レイジの蓄積速度と攻撃力アップ、もしくは打撃と斬撃の攻撃力 40% アップ、打撃と斬撃の防御力 20% アップの組み合わせ。さあボスか汎用の予想は的中するのでしょうか。6月が楽しみですね。デスメタルを貯めて待っておきましょう。